回。早速ですが、前回とは、ジャンルを変えてグリーンフォレストに行きましょう。このステージは、現行基盤だとノーマル達成可能ハード2枚不足でしたね。まずは、11枚回収。渡った後は、正面の敵を倒しつつ、リングの列をたどって18枚まで回収したら、左に向かいます。段差を登りますが、左側に2枚あるので、回収を忘れずに、その先はライトダッシュで全部回収可能です。ここまで全部取れていれば46枚です。チェックポイントのすぐ先に、リングの列があるので、回収しましょう。ライトダッシュでも取りやすいです。スプリングで飛んだ後は、すぐに降りて手前に移動します。下の道にのリングがありますが、リングの周辺に敵がいるので、落とさないように注意。下り坂は加速しやすいので、通り過ぎないように、8枚取れていれば大丈夫です。洞窟のような場所に入ったら、遅れて3体敵が出てくるので、あらかじめジャンプして、ホーミングの準備をしておくとスムーズ。攻撃してくるので、必ず倒しましょう。サマーソルト等で攻撃しようとすると、近くのリングの精度出ないから、ホーミング推奨です。手前側に、リングボックス。その後、上の階にも、同じく、手前側に、ボックス。さらに飛ぶと空中にもあるので、取り逃がさないように。第2チェックポイントまでは127枚になります。割と早い時点で、バリアが手に入るのでありがたいですね。その直後の坂が地味に面倒です。リングの間隔が広いため、ライトダッシュが使えません。一応ダッシュすると取り付きはするので、保険で使うのはありですね。走るというよりかは、歩いてたどる方が無駄がないかも。後半だけは、リングの間隔が狭いので、ライトダッシュで行きます。カメラアングルが変わる頃に143枚になっていれば大丈夫です。近くの場所にはリングがないので、木箱から下にルートへ、敵を倒した後、画面右側にリングボックスがあるので、回収を忘れずに。渡った後に手前に戻ると、リングが6枚置いてあるので、回収を忘れずに、ライトダッシュで行けますが、勢いがつくので、劣化に注意。探偵を取るなら、普通に歩いて取りましょう。磁力バリアが来るおかげで、この先の道のリング回収が楽になりますが、磁力バリアで引っ張りすぎてしまうと、そのうち上限が来てリングが消えてしまうため、できる限りは近くで一旦停止して回収しましょう。登っていく場所ですが、最初の場所にリング1枚とボックス1個、下の足場にボックス2個あるので、回収を忘れずに、結構見落としやすいです。最初に飛び上がった先にもリングとボックスがあります。狭い足場なので、劣化に気をつけつつ、ちゃんと回収しておきましょう。超コンテナの後に行く足場も、リングとボックスがあります。その先は、手前側を飛んでいくと、ボックスがあるので、これも忘れずに。磁力バリアを失っていた場合は、チェックポイントの少し前になります。これがないと、チェックポイント直前の空中にあるリング回収が面倒です。バンジーは、ジャンプボタンを押す長さで深さが変わります。押しっぱなしの場合は、一番下の鉄球にぶつかるので注意。リング回収するだけなら、バルーンにぶつかってから離せば大丈夫です。あとは、左と中央に直線上に並んだリングを回収すれば終わりです。最後に足場は沈むので、急いで前の方に移動しましょう。左の一番前は沈みきらないので、そこまで行けば安心です。さて、結果はなぜか16枚不足しています。ちなみに、現行基盤の場合は、346が分母になっているので、パーフェクトが成立しましたね。いろいろ寄り道してみたのですが、リングはなかったので、どこかはるか上空とかに置いて消し忘れたみたいです。それか数値自体を打ち間違えたか。さて、ハードモードですが、始める前にちょっと待った。先に結論が出てますが、これが結果です。5リング取り忘れたので、正確には290枚となりますが、これは現行基盤の最大枚数と同じです。同じく、分母が不自然な数字になっていますね。で、前回の検証だと289枚だったって、あれは申し訳ないのですが、1リング見落としていました。いきなりこんなものを見せてじゃあどうするのかというと、ここで出番となるのがゲームキューブ版です。ゲームキューブ版のみ、一部配置ミスによりリングが増えているステージがあったりします。グリーンフォレストは、その一つ。そして、パーフェクトリングの条件は291枚。ということはゲームキューブ版なら達成できるのではというのが、
今回の検証になります。では、ゲームキューブ版に切り替えましょう。一応、画質確保のためにプログレッシブ出力したのですが、比率がドリームキャストと違うため、どうしても余白が出てしまいました。ノーマルと同じく、最初の坂で11枚集めます。飛んだ先早速敵が多い上に、攻撃も激しいので注意。マジックハンドで倒すと楽ですね。ダメージを受けましたが、まだ20枚未満なのでセーフ。回収しましょう。16枚集めたら左へ。今回は、段差にリングがないです。そもそも敵を倒さなくてもいいのではと思うかもしれませんが、放置すると、普通に、左の段差まで攻撃してくるので危険です。ループ後敵をホーミングで倒すか、右から行くしかないので、落下に注意。右の方が安全ですね。ノーマルと同じく、下ルートに行ってリングを回収。終点にいる敵が、素早く落下と同時に倒さないと、反撃をもらいやすいので注意。ここも、ノーマルと同じで敵が素早くなっている分注意。坂を登った後、手前側にリングボックスがありますが、敵が素早くなっている関係で爆弾が落とされている場合があります。心配な場合は、一度手前で停止して判断しましょう。一番上の手前側にもリングボックスがあるのですが、敵が素早いので、先に奥にいる敵を倒します。空中には今回ボックスがないので、手前だけ回収したら進んで大丈夫です。なかなか拾えない。ダッシュするにも手前だけ取れちゃったし。道に罠が仕掛けられてるので、あまり勢いよく走らないように、落下したりダメージ受けてリングを失う可能性もあります。特に意味はないのですが、いつもは出番がないので、せっかくだから左のトンネル通ります。ここが以前見落としていたポイント、チャオコンテナの近くに、なぜか普通にリングが1枚置いてあります。その後はいつものルート。ここからがゲームキューブ版だけのルート。リングを回収したら坂からスピンダッシュとジャンプで本来スプリングを置くためだけに作られた浮島に乗ります。乗ったら画面左側にソニックを抜けてスピンダッシュからジャンプすると先の島に1枚リングがあります。ここは本来ビッグがいる場所なのですが、ゲームキューブ版のみ削除された際になぜかリングを間違って配置したので取ることができるんですよね。ちなみにこのビッグがリングに置き換わっているパターンはステージ全部というわけではないし、場所によってはそもそも場外すぎてどうやっても回収できません。今回は偶然が重なった結果取れただけです。帰りは同じくスピンダッシュからジャンプで、動画だとジャンプが遅れて危なかったですがギリギリ届いてましたね。その先もノーマルと変わらない位置にリングがあるので回収しましょう。登っていくとちょっと減っていますね。この後手前側通るとボックスがあるのは変わらずなので忘れずに。今回は磁力バリアが落ちてないので、もし失っていた場合はチェックポイントの位置から地道にジャンプして集めてください。幸い届く範囲に置いてあります。ダイビングは2個バルーンがありますが、手前のだけ回収すれば大丈夫です。あとは正面に進むだけで集まるはず。敵に関してもダイビングの後横に避ければ当たらないし、その先は罠もありません。同じく最後の沈む島だけは気をつけましょう。じゃあちょっと早いけど先に挨拶を。ご視聴ありがとうございました。引き続き投稿していくので、チャンネル登録や高評価で応援よろしくお願いします。この後はリザルトの確認をドリームキャスト版とそれ以降の違いを紹介しますよ。もう動画見ていて気がついたかもしれませんけど、このステージは大きな変化がありましたね。ついに達成。この結果から思ったのですが、ビッグのリングは新たに配置したのではなく、取れないところのを持ってきた可能性がありますね。新たな発見がありました。では比較のお時間です。このステージの大きな違いはステージ中盤のトンネルの有無です。ちなみに動画内でお話ししたようにトンネルを通っても特に意味はありません。もともと設計はできたけど、容量かドリームキャストの性能による描写制限のために削られたんですかね。